どうもこんにちは。好きなケーキはって聞くと大体の人タルトって答えるヒロです。ということで今日作っていくのはいちごのタルトです。タルトって華やかな見た目の分なんだか作るのが難しそう、そんなイメージってありますよね。今日作っていくタルトは難しいイメージのタルトをできるだけ簡単に、面倒な工程を省いてシンプルに、なのに味は超本格的、そんな絶品タルトを作っていきます。ぜひ最後までご覧ください。事前準備としてタルト生地に使う材料、バターと卵は常温に戻しておきましょう。これが後々非常に重要になってきます。今回のタルトはクッキー生地、そしてダマンドと言われるアーモンドの生地、最後にカスタードという構成になっています。では順番に見ていきましょう。まずはタルトの底生地、シュクレと言われるクッキー生地を作っていきます。これは超簡単です。難しいところはありませんよ。常温に戻しておいたバター、少し硬ければレンジに数秒入れてください。ですがこの時バターが溶けないように注意しましょう。性質が変わって作れなくなってしまうんです。そこに粉糖を加えます。粉糖は純粉糖ではなくコーンスターチなどが添加してあるもので大丈夫です。グラニュー糖ではなく粉糖にすることで口どけのいいクッキー生地になります。もちろんグラニュー糖でもお作りいただけます。グラニュー糖の場合ザクッとした食感に仕上がりますよ。混ざったら OK。 続いて卵黄を加えます。2回に分けて加えていきます。分離といって水と油が分かれてしまっている状態のこと。この分離がしづらい配合にしているのでそこまで気をつける必要はないですが、念のため2回に分けています。1回目が混ざったら2回目を加え、よく混ざれば大丈夫です。続いて薄力粉をふるって加えます。これでダマを防ぎます。ゴムベラを縦に切るように混ぜます。そこまで意識する必要はないですが、力を加え必要以上に混ぜると硬い生地になってしまいます。全体的に馴染んだらあとは生地をまとめていって粉っ気がなくなるまで混ぜていきます。最後やりづらかったら手でまとめてしまっても構いません。やりやすい方をお選びください。成形しやすいようにまん丸にして薄くハンバーグ状に伸ばしてラップをして冷蔵庫で休ませます。ではクッキー生地を伸ばしていきます。クッキングシートを2枚重ねて伸ばします。もちろん打ち粉を使った伸ばし方でも構いません。最初は硬いのですぐに伸ばすと割れてしまいます。なので綿棒で叩いて全体的に生地を柔らかくします。ずっと叩く必要はありません。叩いて伸ばしてもう伸ばせそうだったらそのままタルト台より一回り二回り大きくなるまで伸ばしていきます。一方方向に伸ばすのではなく少しずつ回転させながら丸く伸ばしていきましょう。そのまま型に敷くと柔らかすぎるので5分ほど冷凍庫に入れて生地を作業性のいい状態にします。5分以上冷凍庫に入れてしまう場合硬くなりすぎてしまうので、作業から離れる場合は冷蔵庫に入れてくださいね。その間に型離れしやすいように薄く油を塗ります。全体的に濡れてないところがないように塗りましょう。では型に生地を敷いていきます。生地が冷えすぎているとパキッと折れてしまうので少し手で温めながら生地を入れていきます。折り込んで型に入れるイメージで角に生地を入れ込むようにしていきます。
周したら上から落として、続いて横、軽く押さえる感じで全体的にシワを伸ばしていきます。余った生地を取ります。もしバターが溶けた状態で生地を仕込んでしまっていたら、ここで油染みができているはずです。角がしっかりと埋まっている状態、生地が艶っぽくなく溶けていない状態、これを目指しましょう。続いてピケと呼ばれる空気穴を開けていきます。全体的にフォークで穴を開けます。横もやります。そのまま冷蔵庫で休ませます。続いてダマンド、アーモンドクリームですね。では作っていきます。先ほどのクッキー生地より難易度が少し上がります。バターと全卵は必ず常温に戻したものを使いましょう。全卵はよく溶きます。今回は1個分ではないのでグラムを測りましょう。もしバターが硬かったらレンジに数秒入れて柔らかくしてください。柔らかくツヤツヤしていますね。絶対溶かしバターにはしないように。ちなみにこれがダメな例です。バターに粉糖を一気に加えて混ぜます。粉糖が見えなくなるまでよく混ぜてください。全卵も触って冷たかったら軽く湯煎なので温めてください。触って冷たいと感じなければ大丈夫です。今回のダマンドの作り方は簡単な作り方にしているので、そこまで厳密に温度を測らなくても大丈夫です。バターに全卵を数回に分けて加えます。油と水は通常混ざりません。バターと卵の温度に気をつけ、全卵を数回に分けて加えないと分離してしまいます。なので全卵は半分の量を3回に分けて加えていきます。ゴムベラで混ぜていますが、ホイッパーで混ぜても構いません。ホイッパーで混ぜると混ざりやすくなり、空気も入りやすくなるので、ふんわりとしたダマンドになります。お好きな方をお選びください。最初の卵の量は少し、徐々に卵の量を増やしていくイメージで加えていきます。ここでバターと卵の温度が低いと分離してしまうんです。もし分離してしまったら慌てず少しだけ湯煎にかけてよく混ぜればつながりますよ。半分の量の全卵を加えたらアーモンドプードルを半量加え混ぜます。これにより分離しづらくなりますよ。初心者の方にもおすすめな作り方になっております。残りの全卵をまた3回に分けて加えます。あとは先ほどと同じです。分離している状態。さらに混ぜ続けるとツヤツヤして油と水が混ざっている状態になります。これが乳化している状態になります。分離していると表面に油が出てきてまばらに生地が浮いている状態になります。はい、生地全体がツヤツヤしてマヨネーズ状になったら OK。残りのアーモンドプードルを加え、粉っ気がなくなるまで混ぜていきます。あとはダマンドを絞って焼くだけなので、オーブンによっては少し前にオーブンを予熱しておきましょう。ではダマンドを絞っていきます。今回は
動画の制作上絞ってダマンドを敷き詰めていますが、絞らずゴムベラで平らにしても OK です。では予熱したオーブンで焼いていきます。焼けました。しっかりと焼き色がついたら大丈夫です。粗熱が取れるまで常温に置いておきます。続いてカスタードを作っていきます。事前にバットにラップを敷いておきます。バニラの種を取っていきます。半分だけに切り込みを入れます。そうすると開けるのでナイフの背で種をこそぎます。これで香りが爆発します。バニラではなくエッセンスなどでもできるので、カスタードを炊いた後に加えましょう。牛乳に種さやごと入れて香りを移します。卵黄にグラニュー糖を加えてすぐによく混ぜ、白っぽくなるまで混ぜていきます。卵黄にグラニュー糖を加え、混ぜずに放置するとダマになってしまうので注意しましょう。はい、こんな感じです。そこにふるった薄力粉を加えます。粉っ気がなくなるまで混ぜていきます。牛乳を完全に沸かします。牛乳は温める鍋によっては焦げてしまうので、たまに底を変えて確認しましょう。完全に沸いたら卵黄のボウルに入れてすぐに混ぜます。鍋にこしながら戻します。さやは今回取っちゃってますが、入れて炊いても大丈夫です。ではカスタードを炊いていきます。鍋底の少し内側に火を収めるぐらいの中火で炊いていきます。少量で焦げやすいので、慣れてない方はもう少し火を弱くしても大丈夫ですよ。最初はサラサラしていますね。加熱していると粘度がピークになります。こんな感じでドロッとしている状態。ここで火を止めずさらに加熱し続けるとサラサラしてきます。そこまで加熱していきます。ここからは焦げやすいので、鍋の底周りをしっかりかいて焦げないように混ぜましょう。たまに火から外しちゃっても構いません。はい、サラサラしてきましたね。ここまで炊いていきます。もし底が焦げてしまっていたら、焦げの部分はこそがないでください。すぐにバットに流してできるだけ空気を抜いて密着ラップをします。冷凍庫に5分から15分入れて急速に冷やします。カスタードを冷ましている間にシロップを作ります。グラニュー糖と水を合わせてレンジにかけて溶かすだけです。かけたら砂糖をよく溶かしましょう。香り付けにお好みのリキュールを加えるとさらにいいですよ。もちろんなくても十分美味しいです。カスタードは触って冷たいと感じたら冷蔵庫に移してください。カスタードが冷凍状態になってしまうと分離する可能性があるのでご注意ください。タルトが完全に冷めたら型から外してシロップを打ちます。これで香りも良くなり、口どけのいいタルトになりますよ。
タルトの上に乗せるクリームを作っていきます。生クリームにグラニュー糖を入れて立てていきます。必ず氷水をかまして立ててください。タルトの周りに生クリームを絞る方はプラス 50g から 100g 生クリームを余分に立ててください。もちろんその分のグラニュー糖も増やしてくださいね。生クリームの種類は乳脂肪分の高い生クリームを選びましょう。今回は 42% を使っていますが、売っていなければ 45%、47% の生クリームでも大丈夫です。今回のクリームはカスタードとよく立てた生クリームを合わせて作ります。ディプロマットクリームなどと呼ばれています。カスタードは少量すぎると炊けないので失敗しづらい作りやすい量で作っています。なのでクリームは少し余ってしまいます。今回の配合では6号18センチぐらいまでの方ならこのまま使えるカスタードの量になっております。7号だと少し足りないので 1.5 倍量でお作りください。カスタードと合わせる生クリームの量はお好みです。カスタードのみが好きならカスタードのみで、カスタード感強めが良ければ生クリームの量を半分に、生クリーム感強めが良ければカスタードを少なめに。生クリームはよく立てることがポイント。バシバシに立ちちゃってください。後で手で調節するのでこれぐらいで大丈夫です。ではクリームを作っていきます。よく冷えたカスタードとよく立てた生クリームを合わせるだけです。カスタードはほぐしてから使います。生クリームの硬さを最後調節します。ほぐしたカスタードと生クリームを合わせたらクリームの完成になります。では最後タルトを組み立てていきましょう。ご覧ください。What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away.